にちは。今回は忍者と殺し屋の2人暮らし第2話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。お着替えかわいいかわいいかわいい。クールがホットになってしまうな。他人に服かせないタイプ。同棲しているんだから服くらい貸してやれ。かわいい。まず追っ手が来ないように里の忍者を全滅させることじゃないかな。ムジナか。聡子が羽頭を、ムジナを海外のエセ忍者しか知らない奴らに普及させたい。リーダーもひょっとしてパーティーに入るのか。これ記憶消すとかこいつもやべえな。したいと記憶が消せたらやりたい放題。1話に続き木の葉がエロかった。今週はランキング何上がったかな。仕事してないでしょ。2人消したから繰り上がってる可能性。リーダー死ぬかと思ったら死ななかった。数人固定されたキャラとキャスト出てるからな。1話のような超絶アクションはやっぱなかったな。人と飯食うことないから指摘されることもなかったんだな。1話見た時は外れ感しかなかったけど、案外面白いかも。シャフトのくせに見やすい。原作は知らんけど、アニメ化が成功しているのはわかる。もうって全員の記憶消去しろ。何でも葉っぱに変える。人の記憶を消せる。殺し屋以外でも十分やっていけそう。もう魔法だよこれ。だいたい死ぬんだろうな。あの世での女子会。個人ばっか。誰だよこいつら。この3人もあっさり殺されちゃうのか。ちゃったな。毎回増えるのかこれ。葉っぱ増えるやつ。来週は下段に葉っぱしか残っていないのか。あの世なのか殺される前の話なのか。みんな死んじゃったんだよね。このトモリル、ブルアカの太ももに似てるな。ゆりアニメかよ。 C の個人飲み会が異様に長い。こんな雑に死んだ奴らの日常を見せられてどうするあえねん。もう死んでますけどね。いい先輩風だったけど、8回目はガチで殺しに来たから返り討ちはしゃあないよな。こんなこと言ってたけどあっさり死んじゃいましたっていうギャグなんだろうけど、笑いよりも切なさが先に来てしまう。エロいな。せっかくエロいショーなのに。大衆の面前で殺すな。ゾルディック家みたいに毒耐性があるわけじゃないのか。北エリの能力便利だな。北エリーなかったら全員死んでたな。記憶改ざんってもはや食宝さんじゃん。一応羞恥心という感性はあるんだ。でも葉っぱにする術って条件ないなら触っただけで即死だから超強いよな。生き物はできないっぽいし。和式トイレしか知らなくて便座の上でうんこ座りしてたんやろな。即死チート並みにポンポン死ぬな。殺すにはもったいない子だった。シャフトだよ君。1話はそこまででもなかったけど、今回はシャフトだなーって演出多めね。ザーさんに服のダメ出しされてるよ。さすがファッションリーダーだぜ。せやな。このザーさんおまるパイがある。ザーさんにしてはエロいキャラだな。だんだんエロくなってきた。なんでちょいちょいエロいんですかね。指紋がない。だと。コーヒー1500円って1話で2人ずつ死に出るみたいだな。声優の演技でごまかしているが、相当たちの悪い殺しばかりしているな。だってそういう話だよ。日常アニメでブイブイ言わせてた昔のシャフトが戻ってきたような感じ。動画工房がそのラインをかっさらっていってだいぶ低迷してたけどな。死んでもギャラゲットできるアニメだった。死んでからキャラ立てるとか。殺された人に尺稼ぎすぎだろ。普通に面倒を見てもらってた人だったんじゃ。かわええ。死んでるけど。でもこいつら死んだんだよね。ガチでいい話だなーに仕上げるんじゃない。いい人たちだったのに。この後死んだんだよね。死亡フラグを後から放送するスタイル。この発想はあんまりなかった。これが最後の女子会だった。ニンコロ面白いわ。今週も面白い。今期のゆるアニメ強いよね。さとこちゃん守ってあげたい。めっちゃカジュアルでライトな雰囲気かましてますけど、やってること大量殺人なんですよね。なのになんでこんなにもシリアスにならないのか。演出の妙ですね。公式見たらリーダー、
北村絵里はキャラ表にいるのか、殺されて葉っぱにされないかとヒヤヒヤしていた。生前パートが最後にあるの死に悪すぎだろ。あまりにも人の心がないシーパだなおい。こんなにいい人たちなのに、あんなに倫理が終わってる奴らにやられたのか。そんなさとこさんに葉っぱにされるとは思ってもいないんだろうな。もう二度とできない女子会。何注文を見せるんじゃ。どういうテンションで見ればいいの、このシーパート。使い捨てのように登場させて数個まで死亡退場させたキャラたちに後付けで人間性を付与するえげつない行為がアニメ化されてた。登場人物も原作者もアニメの構成考えたやつもみな最高野郎やな。このアニメ原作読者並み感、お色気要素、理不尽な暴力、そして全体的に不条理なギャグと、なんとなくこのアニメって昔の長い郷先生のギャグ漫画網走一家とかのノリを彷彿とさせるんだよな。下手すりゃこのアニメよりも倫理観がない。絶対やられると思ったのにリーダーが死ななかったの奇跡ですね。でもおかげで証拠隠滅の手段がさらに増えました。そのうち一大勢力になれそうです。全員死んでる女子会が悲しいですね。最初は資格も里からの指令だから仕方ないなって感じなのに、徐々に身内が殺されてガチの恨みがこもった暗殺になっていくのよいな。皆地獄で一緒に暮らせるようにしてあげるからね。令和のキルミーベイで今期で一番楽しんでるアニメ。戦闘シーン相変わらず一瞬すぎる。がっつりとしたキャラデザのやつが一瞬で死ぬの。即死チート並みに命が軽い。シーパートなかなかエグい。ちょいちょいフェチシーン挟むのほんといいな。こういう配慮があるアニメ強いです。保証します。相変わらず里からの追っ手が豪華なキャストにもかかわらず、雑に殺されるのに笑ってしまうし、まっとうなことを言い抜け任のリーダーが紐だったりする落差が面白いです。ただだからといってシーパートみたいな生前の描写は精神にくるので、毎回やるのは勘弁願いたい。相変わらずゆるゆるしてたと思ったら突然バイオレンスが降ってくる。このギャップがたまらない。笑い。登場してはあっさり返り討ちにされていく殺し屋ちゃんたちも個性的で捨てキャラにはもったいないと思ってたら、まさかの C パートでリサイクルとは。笑い。可愛いキャラがどんどん死んでいくのすごい。こんな断っていいのか。公式サイトに記載ないキャラは死ぬものと考えた方がいいな。マジで面白すぎる。萌えとブラックジョークが見事に融合しています。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。